2017年9月16日深夜、黒海のブルガリア沖 60km 地点、水深 2km で遠隔操作型の無人潜水機が海底を探査し、水上の研究者に映像を送信します。突然暗闇から幽霊のような別の船が現れますが、この船は違う時代の遺物です。間違いなく古代の難破船ですが、マストや漕ぎ手のベンチ、上甲板の一部が不気味なほど無傷で残っています。古代ローマ船だとしても外観が全く一致しません。特に末広がりの舵板はさらに古い時代の古代ギリシャの花瓶に描かれたものに似ているのです。明確な答えを得るため、研究チームが船体から3つのサンプルを採取すると、放射性炭素年代測定により沈没船は古代の船だと裏付けられました。船の年代は紀元前350年から410年に遡ります。無傷の沈没船では事実上最も古い船です。アリストテレスの時代、古代ギリシャの船は黒海沿岸を航行し、それから約2500年間誰にも邪魔されずに海の底に眠っていたのです。この沈没船は2015年から2017年に研究チームが黒海の海底で発見した65艘の沈没船のうちの1艘に過ぎません。他の船はローマ帝国やビザンツ帝国、オスマン帝国のものでした。何世紀も前の船が驚くべき状態で残っていました。なぜ黒海に多くの沈没船が極めて良い状態で保存されていたのでしょう。先史時代、人類が初期に定住した黒海周辺の地はやがて貿易や戦争帝国建設の中心地となりました。東部と西部のユーラシア諸文明が交わる戦略的に優れた場所だったため、何千年も商人や海賊、戦士が黒海を横断していきました。長期間の航海活動には避けられない損失が伴いましたが、周辺の他の水域と異なり、黒海は深い半閉鎖性の海盆です。通常水域内の層は季節的な変化により混ぜ合わされ、酸素が加えられます。しかし黒海にはヨーロッパ河川の淡水と地中海の海水が流入するので、2つの異なる性質の層が存在します。より密度の高い海水は淡水の下に流れ込み、永久に残存します。黒海は世界最大の部分循環的、混合のない海盆です。塩分の高い下層には酸素は到達しないため、保存に理想的な環境が作られます。そのため世界最大のピクルス保存瓶と黒海は呼ばれているのです。他の水域では時間とともに物質は海洋生物により分解されます。もし古代ギリシャの船が地中海で沈没していたら、現在有機物はほぼ残っていないでしょう。しかし黒海の海底では酸素を必要としない嫌気性細菌だけが生存できるため、当時の積み荷を乗せたまま古代の船は発見されたのです。船に施された彫刻や作具も残ったままでした。近年発見された中には中世イタリアの商船もあります。その頃からイタリアは黒海貿易を事実上独占していたようです。ベネツィアの旅行者マルコ・ポーロはこの種の船に馴染み深かったことでしょう。このような船はヨーロッパの近代化を促進しましたが、現代の学者も今回の発見以前はこれほど完全な例を見たことがないでしょう。大部分が無傷で、船のボートが甲板の上に未だ横たわり、それらは7世紀もの時を経ていたのです。近年発見された65艘の多くが原型を保ち続けていました。しかし黒海の海底における腐食要因は少ないとはいえ、嫌気性細菌も徐々に有機物質を弱らせます。研究者が年代測定のために古代ギリシャの沈没船から厚板を持ち上げた時、厚板はその重みで壊れてしまいました。沈没船は極めて保存状態が良い一方、脆くもあるため、無傷のまま水面に引き上げることは不可能です。科学者は沈没船から厳選したものを慎重に取り去り研究しますが、これからも黒海の海底で沈没船は何千もの他の船と共に時を止めたまま残り続けるでしょう。もっと学びませんか？これらのビデオを見て新たに挑戦してください。チャンネル登録をお願いします。あふれる好奇心を持って。